なんか新しく本が出るんで、それにつける本ということな CD ね、で希望を聞いたら無から有を生み出すっていう話をしてほしいんだっていうことで、前にも無から有を生み出すって話してんだけど、もうちょっと分かりやすく話すると、分かりやすいったって俺の話はさ、分かる人には分かるけど分かんない人には全然分かんないんだ。でそういう話だから、こんなこともあるんだな程度に聞いててくれりゃいいから。で無から有を生み出すだとつまんないから、無から有を生み出して大成功を収めるまでのストーリーを教えてあげるからね。何でもいいのね。無から有を生み出すってどういうことですかって言うと、俺って何もないな、地位もない、名誉もない、金もない、だけどなんかないかなと思ったら、将来事業家にでもなりたいという夢があったとするよな。と何もないと思ってた人間が夢を持ったんだから、夢というものを持ったんだよな。で何でもいい、大事業家になろうと思ったけど、とりあえずは自分ができそうなこと、ともかくできそうなことからやるんだよ。じゃあとりあえずラーメン屋から始めようとするよね。なんかラーメン屋、どうもラーメン食って歩くのが好きだからラーメン屋やりたいなと思った時、じゃあ自分はラーメン屋やりたいって夢を持った時に、お金もないし作り方も知らない。だから美味しいラーメンは食って歩いてから知ってるけど、作り方知らないとすると、誰か教えてくれるところのとこ行くか、自分で作り方研究するかできるようになったけど、今度お金がないって話になったら、お金がないじゃなくて、お金がないということはもう無なんだよな。だけどその無なんだけど、よく考えたら働ける体があるじゃないか。じゃあ働こうとかで貯金しようとかって貯金するんだけど、この貯金するのによくさ、何年もかかるっていうけど、何年もかかるような人ってのは何年もかかった方がいいの。なぜかというと、100万円貯めるだけでものすごい大変な思いをするよっていうことで、お金の勉強ができるようになってるの。100万の重さがわからない人は1000万稼いでもすぐなくなっちゃう。バカなことに使っちゃうんだよな。だから自分がしっかりコツコツでも稼ぎ出してくると、ちっちゃいお店でも持てる。でちっちゃいお店を繁盛させるんだけど、常にそうなんだけど、仕事のコツでも人生のコツは何でもそうなんだけど、よくどうやったらうまくいきますかって聞く人がいるんだよね。でこれが問題なんだけど、俺がやるとうまくいくけど、あんたがやると同じことやってもうまくいかないんだよ。だから簡単に言うと、ポチャッとしてて可愛いねって言うと喜ぶ人と怒る人がいるんだよ。だからあなたがラーメン屋やろうが定食屋やろうが、どんな仕事でもいいから、自分がこれはうまくいくんじゃないかというやつを全部やるの。それでやってみると、うまくいくかいかないかすぐ分かるの。でうまくいかないこと、1回やってうまくいかないことは2度やっちゃダメだよ。よく覚えておくんだよ。日本人が何でも粘り強くたら農業民族だからなんだよ。農家は同じことやっててもいいんだよ。永遠とキュウリ作ってたって食ってけんだよ。米作ってたって食ってけんだよな。だけど商人はやって失敗したことを続けてちゃえらいことになっちゃうからな。一回やってうまくいかないことは改良してやるから、常に新しいことをするの。で改良してまたやるの。それで何回改良するかということなんだよね。だから一つやることのに5、6回は改良するだろうっていうつもりで最初からやらないとダメなんだよ。で知らない人は1回うまくいかないとショックを受けたり、ショックを受けるってことは1回で当てようと思ってたの？世の中ってそんな簡単じゃない。逆上がりだって1回じゃできねえんだよ。何回か練習しなきゃ子供の時逆上がりだってできねえんだよ、ね。で新しいことに挑戦すると5、6回改良するんだよ。
だからやると同時にどこが改良点だろうってこう見てるんだよ。と改良する場所が分かるからすぐやり直して改良する。いいかい？失敗とはやるまで分からないから、ここが失敗だって分かるんだよ。で改良するためにあるんだよ。で失敗とすると落ち込む人がいるけど、人は落ち込むために失敗するんじゃないんだよ。改良するためなんだよ。落ち込むってことは一発で当てられると思ってたんだよな。なめてるよそんなんだったら誰でもみんな社長になって事業家になってんだよ。改良するので、改良して出すので、またしばらくして見てて改良して出すので、社長業とは改良業なんだよ。だから5回か6回が常にこう改良してるとだんだん当たるようになる。わかるか？でそれが今まで10回だったのが次に挑戦するときは9回になるんだ。8回になって7回になってきて、だんだん頭の中で改良して挑戦するようになってくるから、次の時の問題は早くなってくるんだよ。そのうち一発で当てられるようになってくるんだよ、人間っていうのは。だからその前には必ず失敗からしか学べないんだよ。だから美味しいと思って出した料理が美味しくなくて売れなかった。なんでだろう。味が悪いのか、名前が悪いのかね、進め方が悪いのか、何かが悪いんだよ。全てが正しくて売れないなんてことはありえないんだよ。だからそれを改良するんだよ。で改良してやってるといいかい、自分が下駄屋だと思うと下駄屋が潰れると下駄履かなくなると自分食えなくなっちゃうけど、履物屋だと思えば靴売ればいいんだよ。わかるかい？だからラーメン屋で始めても自分は事業家になるんだと思ってると、必ず改良してする癖をつけておくと、必ず他のやれる仕事のチャンスが来るんだよ。そしたらそれをやればいいんだよ。要は仕事というのはラーメンの味を美味しくするのも改良なんだよ。お店をするのも改良なんだよ。で改良する癖をつけとけばどの仕事に行ってもまず間違いがないんだよ。わかるかい？だから無から有を生み出すって何ですか？何にもないと思った時に夢持てた。体で稼げばいいんだ。で稼いだらだから大変じゃないんだよ。その間にお金のことを勉強し、100万円っていう金の重みを知りね、それから一つ昇進でも改良しね、この前もちょっとしたお店行ったんだけど、そこ素人がやってて、魚釣りが好きだったんだよ。メニュー貼ってあるだろうって、あのメニューさ立って貼ったろうって、客は座って見てるんだよ。だから目線が合わないんだよな。魚釣るんだってどの餌くっつけよう、浮き輪どうにしようね、どのぐらい水の中に沈めようって決まりみたいのがあるんだ。鮎だったらどう、それと同じようにめちゃくちゃなんだよって。魚釣りだと思ってみな。だから表の看板もこうやって見て書いてあろう。これ車から見たら人が通らないで車からしか見えないものを、分かるかい？歩いてて見えるような字で書いちゃダメなんだよ。でそんなことを研究してくると面白くて、お客さんがうんと入ってくれてっていうふうになってくるよねっていう話なんだよね。でもう一ついいかい？第一、いいと思ったことは全部やる。なぜかというとこの星は行動の星だから。でやってみるとうまくいかないの。でうまくいかないと改良するの。で落ち込んでる暇とか悩んでる暇ないから。だから簡単に言うと、もうこれが最高だって出すと同時にどこが悪いんだろうってじーっと自分のやつを見ていくの。改良点をずっと探すの。そうするとやっぱりこれダメだった、この味きつすぎたとか、個性がなさすぎたとか、ね、これじゃ来てくれないとかって分かるんだよ。で失敗してから次考えるようじゃ遅い。これが失敗するとしたら何だろうってじっと考えてなきゃダメなんだ。わかる？でそれが社長業なんだよ。だからそのことをちゃんとやる。だからいいと思ったことは全部やる。わかるかい？自分が無だと思ってたのは夢があった、体があった、働けばいいんだ。
働きながら世の中ってラーメンの作り方まで教えてくれた上に給料くれっておかあんだよ。世の中ってバラ色なんだよ、ね、それからお金を貯めながらお金の値打ちも分かるんだよ、ね、それから俺はラーメン屋で一生過ごすんだとかって思っちゃダメ。それはラーメン屋で一生過ごすのが夢の人な。今俺が言ってるのは大実業家になる話をしてんだよね、だからラーメン屋やってると次のやり方がでチェーン店にしようだとか、その次のまたチェーン何をしようとかって経験ができてお金ができて信用ができてくるとチャンスはいくらでも回ってくるんだよ。だから止めどなくいけるんだよな。 OK、 まずこれが第一。それでじゃあ大きく言って失敗しない方法があるんですかっていうと、大きく言って失敗しない方法が大河に合わせるんだよ。いいかい、自分にもよくてお客さんにもいい。だから周りの環境にもよく、環境っていうより周りの人からも支持される、ね、信仰屋の人から支持されて、なおかつ神様が丸くれる。これが一番最高なんだよな。じゃあどういうことですかって言うと、人はなぜ行動しないんですかって話になっちゃうんだよ。なぜ行動しないかっていうと、いいかい、行動すると成功の反対を向いてるやつは 1000 メーター行くと1000メーター離れて不幸なんだよ。だから動いて努力して失敗してるやつを山ほど見てるんだよ。だからもうああなっちゃ嫌だから動けないんだよ。ところが自分のためになってお客さんのためになって、ね、会社で行けば自分のためになって同僚のためになって会社のためになって神様が丸くれるような働き方をしてて失敗なんてのは絶対ないんだよ。よく頑張ってると浮いちゃうんですって。浮いちゃうってのは人と違うことやってんだよ。自分の仕事終わったら隣のやつの手伝ってあげたかって浮くわけがないんだよ。浮いちゃうなんてのはみんなと波長が合ってないんだよ。だから自分が頑張って課長がなんていうのかな、手伝える人を手伝って、で自分が偉くなったらまた周りの人間が働きやすい環境を作って会社のためになってお得意のためになることをしてれば間違いないんだよ。わかるかな。だから大河で生きるというのは家事なんだよ。だからあなたが要するに大河で生きて圧を上げるって、圧というのは推進力なんだよ。で推進してもどこ行くんですかって話になっちゃうんだよ。でそれがどんな仕事だろうが自分のためにもなんなきゃいけない、お客さんのためにもなんなきゃ、環境のためにもなんなきゃいけない。で神が丸くれる考えになんなきゃいけないんだよ。わかるかい。俺だけ儲かればいいんじゃなくて、お得意さんだって喜ばなきゃならない、仕入れ先でにも金払わなきゃいけない、税金も払わなきゃこの国はやっていけないんだよ。わかるかい。でそういうそれがどの仕事でもそうなんだよ。それが家事なんだよ。でこれに圧をかけていけば、餃子だろうが自分のとこもだって潤ってお客さんも喜んで、近所にも店ができたねって言われりゃいいんだって。わかる。で税金もちゃんと払えて喜ばれるんだっていう店を作って失敗するわけがないんだよ。わかるかい。でそういう正しい考えになると神の知恵を引き寄せるんだよね。いや税金なんか払いたくないよってやつに神が味方するわけがないんだよ。あなただけが良ければいいんじゃないよって、みんなが良くなきゃいけないんだよ。だからこの国の人間はおかしいのは、もう国からもらう時だけわーって取ることを考えて1円でも自分の税金が上がるって言うとものすごい勢いで反対するけど、それ誰かが出さなきゃなんないんだよな。で誰かがこの国のために頑張ろうって言った人間に神は知恵を出すんだよ。だから神は物は出さないんだよ。だから物質化現象なんてありえちゃいけないんだよ。俺たちには知恵というものをくれるんだよ。だからそういう自分のためにもなる、お客さんのためにもなる、地域のためになる、神様が偉いねって言ってくれるような考えをしてると知恵を引き寄せるんだよ。で知恵はいくら来ても行動しないやつにはもう何の意味もないんだよ。東大の試験が全部できるっても書かずに出てきたら0点なんだよ。知ってるじゃダメなんだよ。書かなきゃダメなんだよ。この国は行動の星なんだよ。わかるかい。でそのつもりでいくともっと役に立ちたい、もっと地域の役に立ちたい、もっと税金も払いたいってなった時、何をやっても事業家になるんだよ。
わかるかい？最初は全く無から始めてもいいんだよ。俺は事業家になりたいっていう夢が無から生まれたんだよ。何もお金がないと思ってた時にお金の稼げる体があった、手があった、足があった。だから始めようなんだよ、ね、で始めるとどうなるかって最初からうまくいかないんだよ。で改良するんだよ。いいと思うことは全部やるんだよ。何がいいでしょうと俺に聞いてもダメなんだよ。俺ができることとあんたのできることは違うんだよ。一人一人違うんだよ。だからあんたがいいと思ったことを果敢に挑戦する。で一発で当たるほどこの世の中うまくいかないんだよ。で一発で誰でも当たるようなことだったら当てても価値がない。だから改良をするの。そうするとこの改良癖というのがよく親方からこう習ったからこの通りやってます。それは事業家になれないんだよ。改良癖がないんだよ。もっとよくもっとよくなんだよ。で俺たちのために客がいるんじゃないんだよ。お客がもっと喜ぶこともっと喜ぶことなんだろう。そしたら発展すれば人も使えるんだよ。雇用も生まれる、税金も払える。わかるかい？自分の考えてることが大きいですか？スケールが。スケールの小さい人に大きいことはできないんだよ。おちょこにはバケツの水いっぱい入らないんだよ。だからあなたはどのぐらいのおちょこでも大きくできるよ。だんだんバケツにもできるし樽にもできるよ。自分を育てていけるんだよ。だから育てていかなきゃいけないよ。無から有を生み出すってたったこれだけのことなんだよ。で行動の星に来て行動しないのは間違いなの。大河とは何ですかって。どの仕事にでもどっから出発してもいいかい？目的が正しいという舵があるんだよ。でこの舵をなくして走るととんでもないとこ行っちゃうよ。でそのとんでもないことを言って失敗した人を見てるから恐れ動けないんだよな。だけどひとりさんは仕事始めてから1ヶ月も赤字を出したことがないんだよ。成功し続けてんだよ今に。でその方法をタダで教えてんだよ。わかるかい？なぜかっていうと俺もタダで習ったんだよ。金払って習ったんじゃないんだよ。で神様が知恵くれる。自分は何もないと思ってたけど自分にも知恵がある。わかる？自分によかれ人によかれ大河に合わせてと大河から知恵が来る。こんなすごいものが俺たちにはあるんだよ。だから下駄屋から始めようが八百屋から始めようが何でも改良なの。で大きい事業家になろうと思ったら何の仕事をしてもいいの。だから大概成功者ってのは元からこの仕事ですかってそうじゃないよ。いろんなんで移りながらこうやってやってくるの。だけど何でもできるの。何でも改良なの。要するに今よりよくいいことを考えればいいの。お客さんにとってな。わかるかい？俺たちはお客さんに対して奉仕する生き物なの。で喜ばれた量が売り上げになって帰ってくるの。だから喜ばれないようなことをしてちゃダメなの。ラーメン屋でまずくて客が来ないのこの味でいきますとかあんたはいいかげない。客が迷惑なんだよ。もうちょっとおいしいもん作って列な騒動おいしいもん作ってって。そしたら楽しいしお客にも喜ばれるしとこれ当てたからこれで一生っていうのも人生だよ。だけどいろんなことを改良できるんだったら何やっても成功する。そう次のチャンスって必ずくれるよって。わかる？だから無から始めてなる人っていっぱいいるよね。すごい大金持ちになっちゃう人って一個の仕事じゃないよ。大概次々とやっていくのでこれが神のチャンスなの。わかるかい？だから無から有を生み出す話っていうのはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。